せんお待たせして。どこのハモ？这の予約してある。ああ、失礼。3枚。3枚。3枚でどの3枚？1枚。ブリ片身。ちょうど1800円まで。ちょうど熱いたんで。だからもうセリに持っていく魚、リアカーでセリ浜で飛び入れるんですよ。この昔ながらの感じの雰囲気が僕めっちゃ好きなんですよ。誰かで頼まる。これもこう慎重、これも200か200で買ってる。これも下一応、これも38か38でまた。これもバス誰かバスでから。これも1万円か。これも9円か9円で買っていく。なっちゃん3.33。はいよ。あとはレンジャー。よっしゃ。これなんでハモさ、カンさん。ハモこれ何新物なん？新物なんこれ。あ、早いな。これうまそうやな。油がないやろでも。油ないですな。よいしょ。よっ。行きましょうか。最初の30歳まで結構チャランポラやったんですけど、コロナの時ですよね、真剣に仕事に向き合ったのって。だから持ち帰りに力入れ出したりとか、コロナがあってから多分みんな向き合ってやったと思うんで、でもいつ来るかわからないですけどね、そんなんね。
職人さんによったら身を水につけたらあかんっていう職人さんもいたり、いろんなやり方あるんですけど、鱗とか口に入ったりしたらもう最悪じゃないですか。大体毎日の仕入れやったら15から20種類ぐらい仕入れる種類でいうとだんだん増えていったみたいな感じですけどね。魚屋さんにあれ買うてみこれ買うてみみたいなほんならもうだんだん増えていって、そうやって魚屋さんに煽られるぐらいの感覚の方がちょうどいいですけどね。マンネリかもせえへんし。和歌山のけんけんガツオ、カツオとかマグロはね、身に水つけない。金目鯛、これ四国の方の金目鯛。まあ後でやる。タチウオはタチウオおろす。寿司とかで取ったらもうあんま残らへんじゃん。タチウオも行くわ。ケツの方ちゃんとしよう。よしまし。
ひなた来てくれます。カツオにそれから聞いて。嘘、めっちゃ書いてないわ。数え間違えてる。ないよ。なんかありました？栗原いい。じゃあこれ。
よっしゃー、湯引き。16から働き始めて、はずっと魚されてる。い。そうですね。もともと市場の中走り回ったりしてたんですけど、ずーっと魚触ってるですね。他のジャンルに行こうと思ったことはないですね。こういう仕事って今やからね SNS とかいいように映ったりもしてるけど、なりたい職業ワースト1位ぐらいやったんじゃないですか、多分あの当時で。時間も長いし、みんなが遊んでる時間帯とか遊べなかったんで。でも今なんかそういう時代で結構料理になりたいという人多いじゃないですか今。多分 SNS のおかげなんかなって。どの職業も大変やと思う。これか、OK。僕イカのこういう耳が好きなんです。美味しいですね、こういう耳とかゲソとか。もう1バットだけ、もうその他の昆布なし。よっ。
桜さんめっちゃいい匂いする。北海道の水だこっす。ご飯に彩り持たせたらよかった。やること多いってええことか。幸せなことですね。土曜日もちょっとコース少ないの久々やな。まだ今日で1件。これわざとね、このお好みを残してるんですよ。この下も筋なんで、筋は取らない。筋があるとこは使わないんで、筋ないとこ。そうなんですよ。そのまま使えるでしょ。うちで大人気のとろたく巻きが結局あるんで、いるんですよ、せせみが。今ゼロなんで。ゼロ系。ゼロです。なんでちょっともらっとこうかなって。もうハモいってるらしいね、早いですね。夏やね、夏。この間ハモ終わったばっかり。前昨日もバビってた。なんすか？あれが翼の。おはようございます。ちょっと今日回転多めなんですけど、
まず19時20分までのお席が2席。じゃあ、それでお願いします。お願いします。お前持ち帰りそれ無理。一人前2480円。いらっしゃいませ。お客さん。サウナ持ちです。いいよ、大関さん、一人前作りどうぞ。おーい。ってあるよ。だけないよ。はい、お願いしますね。30人。違う違う違う。はい、そうです。食べれんかな、こんなん。どないやすこ。はい、お願い。前から失礼します。前のハケの刺さったつぼのお醤油塗るようにしてお使いください。B。上がこっちにいるから。はい。テレビと持ってくる。分かりください。お願いします。これが30人ってもう一つですよね。料理お願いします。いいよ。これ裏最近料理だけ確認してからこれ出して。
帰りじゃなるやん、寒すぎて。綺麗じゃん。どうぞ、お前から。どうぞ。はい。店長どうだ。最近24になりました。25の3月19日。日系野菜だけお願いします。おはようございます。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。お店をしていて何かこう大きな幸せっていうよりかは日々こうお客様がこう来ていただいて喜んでもらってじゃあまた違う友達やったり違うファミリーで来てくれたりとかいろんな用途で使えるように店の店内も作ってるんで喜んでまた来てもらえたりすることが身近な幸せで中にはやっぱり何年か前にあったコロナみたいなそういう出来事とかもあるって、苦しい時もあったんですけど、そういう時をこうチャンスに変えて明るく来てくれたお客さんと働いてくれるスタッフのことを考えながらお店をやっていくことが僕の幸せなことかなと思ってます。無理にお店を作ってっていうよりかは人が育ってからやりたいっていう子がいてから考えて今は行こうかなと。結構大型店舗なんで今回すのに一生懸命になってるところがあるんで焦らず、今をしっかりやっていけばまた新しいステップに踏み込んでいけるかなそういう感じですかね。